こんにちは。カムル研究会代表の西尾と言います。今回のテーマは、カムル入門シリーズその後になります。どうかよろしくお願いします。はい。それでは、カムル入門その後、課題を達成するのは筋力ではない、運動スキルであるというテーマでお話ししたいと思います。必要な生活課題を達成するのは運動スキルですね。運動スキルは課題達成のための運動資源の用い方になります。つまり筋力、柔軟性、持久力などは運動リソース、運動の資源に過ぎないわけです。これらが課題を達成することはありません。このことを次の例で考えてみましょう。運動課題は、立ったまま靴下が履けますかというテーマですね。まず A さん60代、履けると言ってですね、片足立ちでバランスを取りながら靴下を履く運動スキルで、靴下を履かれました。運動リソースは主に身体リソースですね。A さんは片足で支持しながらバランスをコントロールできる柔軟性と筋力があります。重力と床の間で体をコントロールする感覚調整の能力もあります。さらに足先を靴下に近づけるだけの柔軟性もあります。B さんも60代、まあなんとかと言われて、タンスに持たれて基底面を広くし、体を安定させる運動スキルで靴下を履かれました。運動リソースは身体リソースとタンスという環境リソースですね。B さんは片足で支持しながらバランスをコントロールする筋力や柔軟性が不十分です。あるいは軽い基礎定位障害があり、重力と床の間でバランスの感覚調整が難しいかもしれません。でも、足先を近づけるだけの柔軟性があります。体のコントロールをタンスを利用することによって安定させる運動スキルで靴下を履くことができたのです。C さん95歳。ああ、できるとも。そう言われて、両足で立ち、前方へ靴下を持ってかがみ、片足のつま先を上げて靴下をかぶせ、次にかかとを上げて、靴下を引き上げる運動スキルで靴下を立ったまま履かれました。運動リソースは、特に身体の柔軟性や上肢の長さという C さんの身体リソースの特徴を生かしています。C さんは片足で支持しながらバランスをコントロールできる筋力は不十分です。でも、円背に加え、前屈の柔軟性は十分です。さらに上肢も長いので、両足で立ったまま靴下をつま先まで持っていき、履くことが可能でした。さて、最後に D さん20代。もちろんできる。そう言われるんですけれども、でも D さんは最近筋トレに凝っています。その結果、筋肉もりもりで柔軟性も低下しています。それで片足立ちになり、靴下を履こうとすると、バランスを崩すんですね。さらに筋肉が膨らんで、可動域の制限因子になり、足にも靴下が届きにくくなります。仕方なくベッド上で仰向けで履くスキルになります。なんと筋力もりもりの D さんが立って、靴下を履くことができませんでした。運動リソースはベッドと重力を利用してになります。D さんは体幹の柔軟性が低下しています。結果、重心の揺れを体幹で吸収できず、バランスを崩しやすくなっています。また、大腿下体と太って下肢全体の屈曲が小さく、手で持った靴下が足先に届きません。仕方なく肺外では、重力と足の重みを利用して下肢の屈曲角度を大きくして、なんとか靴下を届かせることが可能になりました。さて、運動スキルこそが課題を達成するということの意味がお分かりになられたでしょうか。人の運動システムは課題達成のために身体の内外に利用可能なさまざまな運動リソースを探索し、その利用方法を試行錯誤し、個人個人の運動リソースの個性にふさわしい運動スキルを探索、発見、創造しています。
このように柔軟性が低いと筋力がいくら高くても運動や重心の移動範囲が制限され、立ち直りの運動も出にくいなど、バランスの保持が難しくなることもあります。だから筋力が強いから様々な課題が達成できるわけではありません。セラピストの中には筋力さえ鍛えておけばいろんなことができるようになると言われている人もいますけれども、決してそんなことはないということですね。むしろ筋力さえ鍛えていればというふうに考えていると、脳卒中肩麻痺のように筋力が鍛えられないケースに出会うと、お手上げになってしまうわけです。そうではない。筋力などの運動リソースを見るのではなく、運動スキルを見ましょうということです。そして運動スキルこそが課題を達成する。身体リソースは各個人ごとに個性的であるということです。運動システムは身体リソースの個性に合った運動スキルを生み出します。しかし、筋力、柔軟性、持久力などは運動リソース、運動の資源に過ぎないけれども、それでも運動リソースの質と量が豊富であれば、多様な運動スキルを生み出せる可能性が高まるのは確かです。例えば A さんは筋力も柔軟性も十分なので、他の人の運動スキルすべてを実施可能です。だからこそ、運動リソースの豊富化は常に追求する必要があります。それで、結果ですけれども、セラピストが常に注目するべきは、運動スキルということになります。患者さんが必要な生活課題を達成できるかできないかを見ていくわけですね。できる、できそうなら達成のための運動スキルが存在する。できないならその時点では存在しないという形になります。運動スキルの創造は患者さん自身の探索活動によって行われます。話が長くなるのでちょっと短く言いますが、運動スキルをセラピストが患者さんに直接教えることはまずできないということですね。まあ簡単にアドバイスを送ることはできるんですけども、運動スキル自体は患者さん自身が見つけないといけないということになります。探索活動とは、利用可能な運動リソースを探索し、課題達成の運動スキルを試行錯誤し見つける活動のことです。カムルでいう運動スキル学習はですね、患者さんの探索活動を促進し、助けるアプローチのことを言います。セラピストは患者の運動システムの個性の把握が重要であるということを常に頭に入れておく必要があります。これで今回のお話はおしまいです。次回はカムル入門その6、シリーズ最終回、学校で習う脳卒中肩麻痺の理解を見直すというテーマでお話ししたいと思います。それでは、バイバイ。